先日制作した両面最高式度中主観察数。この CX によりアリの観察が劇的にしやすくなりました。特にクロオアリの間近まで迫って撮影した映像はとても美しかったですね。とても観察のしやすい CX なので、他のアリのコロニーでも使ってみたくなりました。今回は少し仕様を変えた両面最高式度中主観察数の制作と、制作した CX を使ってのアリ観察、この2つの内容をお届けしたいと思っています。今回もこれまでの CX では撮影できなかったようなアリたちの美しい姿が撮影できているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速 CX 作りを始めていきます。まずは材料から。巣の本体となる透明な容器として、今回はダイソーで売られていました仕切りトレイというものを用意しました。5部屋に分かれたトレイですね。金網のメッシュ。CX 内の仕切りとして使う予定ですが、光を通す素材という意味でもこの金網のメッシュを採用しています。ビニールチューブ。こちらは CX 作りではおなじみのアイテムですね。そして、石膏は今回も、硬質石膏ハイストーンという商品を使いたいと思っています。これらの素材を使って CX 作りを進めていきます。それではまず本体の容器にチューブ接続用と給水用の穴を開けていきます。チューブ接続口は、左右の側面と天井部分に開けていきます。給水用の穴も天井に1つ開けていきます。ドリルを使って穴を開けていきましょう。はい、穴が開きました。左右の側面と、天井部分にチューブ用の穴、そして小さい穴は給水用の穴です。確認のためにチューブを一度穴に入れてみましょう。大丈夫ですね。これでチューブ用と給水用の穴開けは完了です。次の工程なんですけれども、こちらの本体容器、仕切り板によって、5つの部屋に分かれています。ですがこのままだとアリが隣の部屋に移動できないので、中を移動できるような通路を作りたいと思います。具体的には各仕切り板の一部にくぼみを作ってアリたちが通れるようにするようなイメージです。加工にはこちらの電熱カッターを使います。これで仕切り板の一部を溶かしてへこませるようなイメージですね。はい、できました。ご覧の通り仕切り板の一部がへこんでますね。これでアリたちは通ることができそうです。ただ、電熱カッターで溶かしただけだと、加工した部分に出っ張りなどが残ってしまうので、この部分をヤスリで削っていきます。こんな感じで、ヤスリで出っ張りを削り落として、このような感じですね。出っ張りが消えて、すっきりと収まりました。これで蓋をぴったり閉めることもできますし、アリの通路もできましたね。次は石膏を敷く工程です。今回は、石膏を敷く方法としてラップとテープを使ってみました。ラップをこのようにぴったりと巻いて、さらにその上からテープで、ぴっちりと押さえるという感じですね。今回はあまり、石膏の量をたくさん使わないので、こういった方法でも、石膏をきれいに敷けるのではないかと思って考えました。はい、こんな感じです。では、ここに石膏を流し入れていきましょう。
5部屋それぞれに石膏を流し込んでいきます。2、3時間置いて、石膏はすぐに固まりました。はい、固まってますね。ではラップとテープを外していきます。どうなってるでしょうか。はい、取れました。いい感じですね。どんな感じになったか見てみましょう。5部屋それぞれに石膏がきちんと敷かれてますね。あとはチューブ接続部の部分が、石膏でちょっと埋まっているので、これは加工が必要ですね。こちらも同様です。それから蓋をする部分、ここにもですね、若干ラップとテープの膨らみによって少しだけ膨らみができているので、これらを彫刻刀で削っていきます。はい、できました。まずはチューブ接続部分、このような感じで、チューブが刺せるように、削り取りました。あとは蓋をする面ですね。はい、彫刻刀で削ってこのように水平面ができました。これで石膏の加工は終了です。次に室内の仕切りを作っていきます。金網のメッシュをこのような小さなプレート状に切り出します。一部はこのように折ってのりしろのような部分を作っていきます。これを各部屋に設置するような感じですね。取り付けはこののりしろ部分に接着剤をつけて、ピンセットを使って室内に丁寧に取り付けていきます。こんな感じですね。これで1段できました。これをすべての部屋に設置します。こんな感じですね。程よいスペースと、それから金網のメッシュなので光を通すという、部分も特徴ですね。いい感じでできました。次は、このシークスに蓋をつけていきます。蓋には今回はガラス板を使用しました。この透明なガラス板を、本体にこのように設置するイメージですね。取り付けにはこの透明ペットアングルという部品を使います。これを上下につけて、横に蓋がスライドできるような仕組みにしていきます。こんな感じですね。強力な両面テープを使って、レールとなるペットアングルを取り付けていきます。はい、できました。どうでしょうか。こんな感じですね。いい感じですね。これで、蓋の取り付けは完了です。蓋の機能について1点チェックをしておきましょう。今回は横にスライドできるような形で蓋を取り付けました。これは前回制作したシークスでも、ポイントにしていたところなんですが、アリに蓋を汚されても、新しく綺麗な蓋に交換が可能というポイントでした。これができることにより、アリの観察のしやすさが維持できるということでしたね。はい、交換できました。今回も大丈夫そうです。ということで、シークス作りは以上で終了です。汚されても交換可能なスライド式の蓋と、光を通しやすい金網のメッシュを使って仕切りを作った点は前回のシークスと同じ特徴です。また違う点は、石膏面が前回は、四方にあったのに対して今回は床面のみになっています。保湿力などおそらく若干低下していると思いますが、今回は観察のしやすさの方に振り切った仕様にしてみました。新しくシークスが出来上がったところでアリたちに入居してもらおうと思います。今回は2種、黒長アリと林黒山アリに入居してもらおうと思います。
まずはクロナガーリ、入居が完了しました。このコロニーは2019年に結婚飛行を行った新女王5匹からスタートしたコロニーです。順調に成長していたんですが、3年目となる2021年、少し調子を崩してしまってコロニーの規模が少し衰退してしまいました。飼育巣も結構汚れてしまっていたので、これを機に引っ越しをしてもらったという形です。また新しい飼育巣によって、クリアに観察できるようになった結果、アリたちにごく小さなダニがついていることが分かりました。このあたりも不調の原因だったかもしれません。新しい飼育巣で、調子を取り戻してもらいたいなと思っています。続いて林黒山アリのコロニー、こちらも入居が完了しました。このコロニーは2020年に結婚飛行を行った新女王からスタートしたコロニーです。初年度から2年目の途中あたりまではあまり調子が良くなかったのですが、2年目の夏頃からコロニーの成長が軌道に乗り始めました。なのでこのコロニーに関しては、より大きな飼育巣が必要だったということもあって、今回新しい飼育巣に入ってもらうことにしました。林黒山アリのような山アリの仲間は基本的に飼育巣を汚しやすいので、今回の飼育巣でどうなるか、こちらも楽しみにしています。ここからは新飼育巣でのアリ観察を楽しんでいただきたいと思います。クロナガアリ、林黒山アリの間近まで迫って撮影した美しい姿や可愛らしい仕草など、どうぞごゆっくりお楽しみください。
いかがだったでしょうか。前回の黒尾アリに続き、黒長アリ、ハヤシコレヤマアリでもとても美しい映像を収めることができました。体の細かな部位などが詳しく見れたのも面白かったですね。黒長アリは、案外毛深い体をしてましたね。またよく見ると小さなダニがついていたのも確認できたでしょうか。ハヤシコレヤマアリの方は、つるっとしていて光沢があって、結構細身の体をしてましたね。顔が細長いのも特徴で、両方の種類は結構違うような、感じに見えました。今回制作した新しい飼育室に関しては、観察のしやすさという点では、申し分なしといったところでしょうか。あとは前回と少し仕様を変えた部分、具体的には石膏の量を減らして、今回は床面のみに石膏を貼ったという形が、長期飼育においてどういった風に影響があるのかまた検証していきたいなと思っています。ということで今回は、少し仕様を変えた両面採光式土中種観察の制作の様子と、その飼育室を使ったアリの観察の様子をお届けしました。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。